皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。皆さんが納める税金が安くなるかどうかの議論が今かなり盛り上がっています。衆議院選挙の際に現役世代の手取り収入を増やすということを掲げた国民民主党小選挙区に加え比例でも大きく票を伸ばして議席が大幅に増加しました。これに伴って現在の少数与党に対して野党国民民主党の存在感が大きくなっています。そして国民民主の掲げている手取り収入を増やすその目玉政策として税金計算の元となる控除の部分について大幅に引き上げるべきだという主張が今大いに注目されています。みんなにとっての税金の話題であると同時にこれが政局とも絡んでどのような展開になってもおかしくないことであり、ぜひともこの話題ニュースとして追っていくべきでしょう。では国民民主の掲げている手取り収入が増やせるよという控除の引き上げとはどのようなものなのでしょうか。こちらに映しているのは選挙の際に掲げられた税負担が減り手取りが増えるということを示す表です。例えば年収200万円の人の場合、これまでの控除額が103万円から178万円と引き上げられれば、それだけ税金のかかる部分が減りますから、現在の税負担9万1000円から控除引き上げの税負担は5000円へと激減します。減税額は 8.6 万円です。同様にして基礎部分の変動が起こったわけですから、収入の高い人たちにも同様にして減税額は増えていきます。年収1000万円の人であれば、現在の税負担は141万5000円。これが控除引き上げ後の税負担は118万7000円。差額は 22.8 万円となります。このような国民負担を下げようという政策については、衆議院選挙の時には各党が掲げていました。決して国民民主だけが言っていたわけではありません。ただし、それぞれの政党において、どのような方法で国民負担を下げるかについては、やり方が異なっていました。他の政党では、いやいや現金給付をしましょうであるとか、一旦税金を納めたものの中から還付しましょう、もしくは補助金を使いましょうといった形でのやり方などを目指す方向性は同じでも、やり方についてはそれぞれ異なっていました。ただし、国民民主党は野党の一つにしか過ぎず、この政策を国会で通すには、もちろんその他の政党の協力が必要です。そこで自民党が国民民主との政策協議を行う中で、この政策をどのように取り扱うかに注目が集まっています。ただし、自民党が国民民主に協力を求める見返りとしてこの政策を少しでも飲むというのであれば、これには非常に問題があるとして国民民主を叩く動きが始まっています。国民民主の玉木代表はこのように述べました。財務省がマスコミを含めてご説明に回っている効果はさすがです。今朝の長官は各紙こぞって 7.6 兆円の減収、高所得者ほど恩恵とネガキャン一色。ただ、103万円の引き上げができなければ、我が党は予算にも法案にも協力できません。ぜひ前向きな議論をさせていただければと思います。と言って日経新聞の記事を引用していました。ではその日経新聞ではどのように報じていたか。国民民主年収の壁対策、実現時 7.6 兆円減収、政府試算。国民民主党が訴える年収の壁対策を実施して非課税枠を75万円引き上げると、国と地方の合計で年間で7兆6000億円ほどの減収になることが30日分かった。政府が試算した。納税者にとっては減税となる。高所得者ほど税負担軽減の恩恵が大きくなり、公平性が課題になる。国民民主は衆院選の公約で基礎控除等の合計を103万円から178万円に引き上げると明記した。所得税などを課す最低金額を引き上げることで負担を軽くして消費を喚起する狙いがある。仮に実現する場合は税収減をどう補うかも議論になりそうだ。今の制度では年収が基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計の103万円を超えると所得税が発生する。パートで働く人などが手取りが減るのを避けるために働き控えをする年収の壁と呼ばれる。政府は基礎控除を75万円引き上げた場合の減収額を計算した。年収が多い人ほど恩恵が大きくなりそうだ。ただ、基礎控除は所得が2400万円以下は48万円で、2400万円を超えると
段階的に縮小する。2500万円を超えるとゼロになる。この枠組みが維持されれば、国民民主の主張する対策を実施しても、所得2400万円を超える人は控除が縮小する。31日には自民党と国民民主党の幹事長と国会対策委員長が会談する。政府が11月中の取りまとめを目指す経済対策に国民民主が掲げる政策の一部を反映する検討に入る。国民民主は自民との協議を見据え、年収103万円の壁を引き上げる法案作りに着手する。このように新聞報道では、減収がすごいことになるぞといった形でこの政策に対する反対とも取れる内容となっていました。では、この政策の意義はどのようなものなのでしょうか。玉木代表はこのように話しています。基礎控除は憲法25条の生存権を保障するための最低生活費控除です。それなのに普段立憲主義を掲げる政党の議員の方々がまるで財務省のような財源論を理由に基礎控除の引き上げに反対していますが、理解に苦しみます。インフレで生きるコストが上がっているのに基礎控除を引き上げなくていいのでしょうか。29年前に決まった水準である103万円がそのままでは生活はますます苦しくなります。それに103万円をそのままにしていくら最低賃金を引き上げてもシフトを減らしたり働く時間を削るだけになります。学生アルバイトやパートの皆さん、あるいは人手不足に困っている店長さんたちの声は届いていないのでしょうか。国民民主は政治の役割は国の懐を豊かにすることではなくて国民の懐を豊かにすることだと考えています。国の財政の健全性を考えることはもちろん大切ですが、優先順位は国民の懐です。野党の中に国民の懐より国の懐を優先して考える方が多いことに驚いています。国民民主党は選挙で約束した手取りを増やす経済政策の実現に全力を傾けます。年収の高い人ほど減税効果が高いじゃないかというツッコミ、そして控除部分を引き上げることによって税収が減るじゃないかというツッコミだったわけですが、さてここでちょっと視点を入れ替える必要があるでしょう。例えば年収2300万円の人が確かに減税効果としては約38万円と一番高くなることとなります。しかしこれは確かに金額面ではそうなのですが、じゃあ控除部分の引き上げに伴って減税されるその効果は果たして年収が高い人ほど優遇されるのでしょうか。そうではありません。左の表は今度は金額ではなく税負担の軽減率パーセンテージで示したものです。年収が200万円の一つにとっては控除額が103万円から178万円と上がれば当然のように課税対象の金額はぐっと小さくなります。そのため現在の負担額9万1000円が5000円まで減少します。税負担の軽減率は実に 94.5% に達しました。一方で年収が1000万円の人にしてみると負担額は 141.5 万円から118.7 万円と確かに金額面では大きく減少していますが、税負担の軽減率は 16.1% に過ぎません。このように年収が低ければ低いほど控除額の引き上げというのはより直接的に、そしてより実感できるレベルで響いてくるのです。まず最初にお断りしておかなければならないのは、この政策については私は賛成していますが、だからといって私が国民民主党の支持者どっぷりといったわけではありません。私の場合だと、たとえ自民党の政策であったとしても、いいのか悪いのかといった話は具体的にそれぞれの政策によって異なることから、今回の話で国民民主党のこの政策がいいという話をしていても、同時に国民民主のこの政策については悪いといった話もするので、その点について混乱しないようにしてください。さて、それはそれとして、この政策についての話をするときに大事なのは、衆議院選挙におけるそれぞれの政党の掲げた政策に物価高対策をしますよであるとか、可処分所得を増やしますよといった様々な政策が掲げられていました。他にも現金給付を行いますよといった話なども見られていたのですが、それらについての話の中で、じゃあ税金がどのくらい必要なのか、その政策を実現するにはといった話はあまり語られていませんでした。ところが今回わざわざ国民民主のこの控除額の引き上げに関しては7兆円以上の税収に打撃が来るといった話をしていて、財源はどうするんだといったような突っ込みをするような論調が見られます。しかし
先ほど表を示して説明したように、控除額を引き上げるというのは収入が低ければ低いほどより直接的に税金の負担が軽くなるものであり、現在のデフレからインフレ経済へ、そして物価高の中における対応としても非常に重要なものです。またさらにそうした一時的な話題だけではなく、仕組みとしてもお金の価値は年月の経過とともに変わってくるものであり、控除部分についての額が全く変わらないものであるといったこともそもそもおかしな話です。経済状況の変化は年月が過ぎていけばそれに伴って当然起こることであり、これに対応して控除額も変更していくというのは必要な考え方です。なぜ今までこれに手をつけなかったのかと突っ込むことすらできるでしょう。また、玉木代表が言っていましたが、同時に今各政党ほとんど共通して掲げられている政策の一つに最低賃金の引き上げといったことがあります。目標額は1500円。現在のところ、いつまでにやるか、そのゴール地点の設定はそれぞれ違いますが、早いところでは2030年までに最低賃金1500円を実現する年率 7% 程度の上昇がこれからずっと続けるんだといったようなかなり強気な目標を掲げているところもあります。もしもあなたが今パートアルバイトで働いて時給1000円だったとするならば、このまま働いていれば毎年のように最低賃金 7% 上昇に伴って時給アップ、年収アップといったことが起きるとしましょう。その時に103万円の壁が放置されたままであるならば、当然のようにこの壁を越えないようにしたいと思えば、年が進むごとに年末よりももっともっと前にもう103万円を超えてしまうなというラインに達してしまいます。またもう一つ押さえておかなければならないポイントは、現金給付にするにしても納めた税金の還付にしてもどちらにしてもそうなのですが、選挙前に言ったいわゆる一時的な政策だけでは私は国民向けの政策としては不十分だと思います。これからはデフレ経済ではなくインフレ、ある程度の物価高といったものが進む中においてそれ以上の給料の上昇といったものを目指すんだといったような基本方針を示せば、これに伴ってみんなの給料が上がるということを前提とした社会制度へと仕組みを変更すべきでしょう。選挙の前だけ現金給付しますよではなく、もはや当たり前の政策として控除額を引き上げておき、それがいつものこととして続いていかなければなりません。ただ、自民党はこの政策に関しては全部は飲めないといったような反応を示していると言われ、一方において国民民主はこの政策を飲めないのであるならば、自民党との政策協議は行うけれども、協議の結果としてほとんど否決しますよ。予算案にも反対姿勢は貫きますし、また何かしらの法案についても否定的な考えを示しますと、駆け引きは行われています。国民民主党にしてみれば、自民党公明党が少数与党であり、連立に加われば簡単に大臣のポストはもらえるでしょう。しかし、国民民主党にとっては、大臣ポストをもらったところで自分たちの掲げた政策を自民党公明党が飲まないというのであれば、連立に入ったとしても、次の参議院選挙、次の衆議院選挙では、もはや国民民主党は何の存在意義もないとして、国民からの支持を失ってしまうでしょう。ですから、現在のように自分たちの掲げた政策について、自民公明が飲まないというのであれば、自民党には協力できませんという形での政策協議を行う。私はこれは健全な姿だと思います。一方において立憲民主党は現在の国民民主党に対する批判を強めています。それは国民民主が自公とのこの政策協議を通じて自分たちの政策を何とか推し進めようとしていることに関して非常に不愉快な感じを抱いています。そもそも立憲民主党としては自民党公明党と政策協議などを行わず、はっきりと自公に対する反対を行い、立憲民主党を中心とした野党連合を作って自民党公明党の政策に全てノーを突きつけるべきだというような考え方をしています。さらに首相指名に関してもこれから国会で投票が行われるのですが、その際には国民民主は現在のところ1回目の投票においても玉木代表の名を隠し、また決選投票においても玉木代表の名を書き続けるとしています。これに伴って少数与党である自民公明から出てくる石破総理が当選するのはほぼ確定したようなものなわけです。これに関しても立憲民主党は批判しています。政権交代を目指すのであれば自民党公明党に利するような行動はするなというわけです。このあたり基本方針として政権交代をすることそれ自体が目的化している立憲民主党、
選挙公約として掲げた現役世代の手取りを増やすといった目的を叶える政策を推し進める国民民主主義、この基本方針の差というのは結構大きいと私は思います。忘れてはならないのは、税収減になってしまうと政府が試算したといっても、この 7.6 兆円が国民の所得として懐に入るわけです。そのお金は決して全てが全て貯金されるわけではなく、生活が苦しい人であればあるほど普段の生活として消えるわけですから、消費の底上げにつながります。ましてや収入が低ければ低いほど払う税金が少なくなる、負担が軽くなるわけですから、中途半端で一時的な現金給付をするよりも、こうした仕組み自体を変更して負担を軽くする方が、私は現役世代の手取りを増やす政策としては十分機能すると思います。皆さんは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。